ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの義勇兵として戦うある一人の人物を取り上げようと思います。ロシア軍の侵攻によって、ウクライナのゼレンスキー大統領は世界各国に向けて義勇兵の募集を呼びかけました。これに応じる形で様々な元軍人であったり、民間軍事会社で勤めているような人物といったものが、世界各国にあるウクライナ大使館に申し込みを行い、そして実際にウクライナに入って戦っていると言われています。その中においては、軍歴の長い名スナイパーが含まれているよなんていう話もありますし、一人一人の活躍について触れられることはないものの、ウクライナ軍の前線のその理由の一つになっていると言われています。そのように名前こそ上がらないものの活躍している義勇兵が出ている一方において、韓国においてある人物が私が最初の一人になると名乗り出ました。韓国国内においてもそうした実際に戦場に行くのであれば頑張ってこいよとかなり応援を集めていた人物なのですが、ところが実際にウクライナに行った後、この人物については散々な評判が今立っています。なぜそのようなことになってしまったのか、まずは記事を見ていきましょう。韓国海軍特殊船団出身 YouTuber、帰国すれば処罰受ける、政府の反対を押し切ってウクライナへ。韓国海軍特殊船団出身のイ軍元大尉がロシアの侵攻を受けるウクライナを支援するために出国したと明らかにした。イ元大尉は6日、インスタグラムにウクライナの大統領が全世界に支援を要請した時、直ちに義勇軍任務を準備した。元大尉の姿というのがこの左の写真です。2月28日に彼の運営する YouTube コミュニティで記事を投稿しています。We will support ウクライナ。私たちはウクライナを支援するというヒントを公示したとし、48時間以内に計画を立てて装備を準備し、最初は公式的な手続きを踏んで出国しようとしたが、韓国政府の強い反対を感じて摩擦が生じたと伝えた。続いて、私たちは旅行禁止国に入れば犯罪者として扱われ、1年の懲役または1000万ウォンの罰金という処罰を受ける可能性があるという脅迫を受けた。しかし、処罰を受けるからといって、私たちが持つ技術、知識、専門性でウクライナを支援することなく、この状況を眺めることはできなかったと強調した。イ元大尉は、無知な人たちは法案を理解していないが、こうした状況では非公式的な手続きを通じて、私のチームが問題なく出国して、ウクライナに無事に到着しなければならない。数人の関係者を除いて、誰にも私たちの計画を共有しなかったとし、すでに出国したので、今はもうこれを発表すると明らかにした。イ元大尉は、私のチーム員は私が選抜し、私が生きて帰れば、その時は私がみんなの責任を取って処罰を受ける。最初の大韓民国義勇軍であるだけに、我が国を代表して地位を高めたい。それでは、任務を終えてから韓国で会いましょうとコメントした。そしてこちらが出発時のイ元大尉とチームメンバー2名です。まずは3名で、直行便がウクライナにはもうすでに出ていない状態だったので、ポーランドへと向かい、そこで現地でさらに1名メンバーを追加。そして全体で4人のメンバーでウクライナに入国しました。ただし、韓国の法律上において現在ウクライナはすでに入国が禁止されている状態でしたので、手続き上の問題が発生しています。このことは後にトラブルへと発展することとなります。何はともあれ、韓国軍初の義勇兵として参加するんだ。韓国の地位を高めることにつながるんだというふうに力説していたわけですが、その後どうなったのか、その結果というものがこちらの記事になります。義勇軍参加の韓国人、ポーランドに戻ろうとするも拒否される。YouTube で自慢してたのに。ウクライナの義勇軍として参戦中のイ軍元韓国海軍特殊船団大尉が首都キエフへ侵入後、ポーランドへの再入国に失敗していたことが分かった。3月15日、韓国朝鮮日報が報じた。韓国政府関係者は15日、イ氏はキエフにまで侵入したが、命の危険を感じ、一行の4人と共にポーランドへの国境に移動したと語った。イ氏らは、今月初めにキエフへ侵入したが、ロシア軍の猛攻により状況が深刻化したため、再びポーランドに戻ろうとしたとのこと。しかし、イ氏らがウクライナに無断入国したという理由で、ポーランド当局の反対に遭い、現在は国境付近に留まっているという。これについて韓国の報道官は定例記者会見において、最近政府の許可なしにウクライナへ無断入国した韓国国民の一行がポーランドに再入国したかどうかについては、まだ公式に確認できていないと述べた。イ氏は7日に自身のインスタグラムでウクライナへ入国したことを発表。外交部もこの事実を確認し、
10日に医師と一行の3人を旅券法違反の疑いで起訴してパスポートの無効化などの行政制裁手続きを進めていた。この記事を見た韓国のネットユーザーからは、命の危険を感じてポーランドに戻るのならなぜ最初から言ったんだ？戦争ごっこでもするつもりだったのか？法律も政府の警告も無視して入国し、YouTube でも自慢していたのに、怖くて逃げ出すなんて事実ならコメディだ。最初から見せかけだけだろうと思ってたけど、想像以上に情けない。インスタグラム用のかっこいい戦闘写真を撮って帰ろうと思ってたのに、実際に行ってみたら怖かったということ。正式な軍隊に加入したら、本当に戦わなきゃいけないから不法入国して YouTube 用の映像だけ撮ってくるつもりだったんでしょうなど、医師に対する批判の声が相次いでいる。まず第一に、韓国においては徴兵制があります。ですから軍隊の厳しさというものを知っている男性が圧倒的に多い状況なわけです。その中においても非常にエリート中のエリートと呼ばれるような部隊に所属していた人物ですから、これはとてもすごい人物だなということは男性の場合だと肉体的に想像がつくわけです。この人物が人気 YouTuber として注目され、さらにこの人物がそのような人気がある状態で実際の戦場に義勇兵として飛び込みますよということを言ったから、多くの人たちは韓国国内で平和に暮らしていれば全く何も困らないのに、そのような命の危険のあるところに自ら赴くなんて勇気があるなという具合にして多くの人が応援をしたわけです。ところが今回ご紹介した2つ目の記事にもあるように、入国早々においてキエフで激しい戦闘が行われるようになって身の危険を感じたからさあ帰ろうとあっという間に帰国の途に就こうとしたわけです。しかしこのような入国に際してはウクライナの大使館を通じて正式な義勇兵として参加手続きをしていなかったと考えられるために、入国のその手続きそのものについて言っても不法な方法で入国したとされ、ポーランド側との一悶着が発生しているというわけです。2つ目の記事の最後でも出てきたように、一体何をしに行ったんだといった具合にして、あまりにも短すぎる滞在期間で何もすることもなく、それこそ観光しただけじゃないか。YouTuber として活動していることから、現地で何か特ダネになるような、もしくは動画再生数が稼げるような映像を撮りに行っただけではないか。そのような疑いがかけられるのは私は仕方ないことだと思います。ですが、もしもそもそもそのようにして、私は元軍人 YouTuber として現地の様子を少しでも皆さんにお伝えしようと撮影しに行くんだと、そのようにして義勇兵ではなく、あたかも戦場カメラマンのようなスタイルでウクライナに向かっていれば、このように逃げ帰るようなことをしてもこれほど激しい非難の言葉を浴びなかったでしょう。しかし本人が、私は韓国初の義勇兵として韓国という国家の品格を高め名声を高めるんだみたいな話をしてしまったがために、そのあまりにも高いハードルとあまりにも無様な1週間程度の滞在で逃げ帰るその姿というものが惨めすぎる結果を招いてしまったわけです。まあただしこのようなことになりましたから、最終的には炎上系 YouTuber として動画再生数は稼げるのかもしれません。なお今回の話は基本的には韓国の義勇兵の話ばかりをしましたが、日本においても義勇兵の呼びかけがあり、それに伴って志願した人が70人程度いますよということは私は以前動画にしました。それ以外は残念ながら続報が出てきていません。岸田総理やもしくは政府関係者らでは、ウクライナのゼレンスキー大統領が行ったこうした義勇兵募集について、日本人はこれに応えるようなことはちょっとやめてくださいという話をしていましたから、少なくともウクライナ政府側との交渉によって正式な派遣というものはおそらく見送られたのではないかなと私は思っています。じゃあ日本人が全く義勇兵として参加していないかといえばそういったわけではないようです。というのも別に日本人だから日本だけに住んでいるわけではありません。世界中に散っている日本人の中にはどうやら義勇兵として参加した人物がいるようなのです。いるようなのですとちょっと曖昧な話をしたのは、現地の義勇兵に対するインタビューを行っていた海外メディアの中において、どうやら日本人っぽい人が混ざっているよというのがインターネット上で話題になっていたのです。ただしこれの話というのは正確な情報は一切出てきてはいません。何しろ義勇兵としてインタビューを受ける人たちというのは画面に映るのは本当に瞳の部分しかない
というような状態です。ですから日本人義勇兵という形でインタビューを受けていた人が本当に日本人なのかどうかさっぱりわからない状態なんですが、一応日本人義勇兵として紹介されていました。なぜそのようにして日本国内ではなく日本国外から義勇兵として加わった人がいた可能性があるかといえば、それは海外においてはフランス人、外国人傭兵部隊などもありますし、また民間軍事会社に勤めている元自衛隊員などもいます。そしてその他本当にフリーの傭兵として世界各地を転戦しているような人も稀に存在しています。そのような中の人の中から誰か一人が参加していたとしても別に不思議ではないかなと思います。ですからそのようにして本当に誰にも気づかれることはないんだけれど、しかし本人のやりたいこととして義勇兵として参加している日本人がいるかもしれないという話を見て、私は少し日本人でも骨のある人はいるんだなというのを思いました。少なくとも今回ご紹介したような、私は韓国一番最初の義勇兵で韓国の名声を高めてくるんだぞみたいな大見を切った上であっという間に逃げ帰ってくる人よりも、誰にも知られないんだけど実際の戦闘にすでに参加しているそのような義勇兵が存在している、そちらの方がよほど命を懸けた行動だと思いますし、そのような人に対しての称賛を私は送りたいと思いました。あなたはこの話を聞いてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。